はい、皆さんこんにちは。今回はですね、アトモスプロジェクトのガムボールを紹介していきます。ガムボールはですね、アトモスとしては久々のビッグサイズヨーヨーで、バターボールをベースに大型化することで、バターボールのスムースでフローティーな感覚をより色濃くしたモデルとなります。弾むようなフィーリングがありながらも、しっかりと直径があることで、回転の粘りもあるので、ゆったりと動きを止めずにトリックを重ねていくようなフローリーなプレーに最適なヨーヨーとなっています。今回はこのガムボールの魅力を動画を通してしっかりとお伝えしていきたいと思います。それではまずガムボールのスペックを紹介していきますが、直径が 57.7mm、フルサイズというべきかオーバーサイズというべきか非常に難しいところなんですが、最近のアトモスはミドルサイズが多かったので、久しぶりにビッグなサイズ感となります。続いて幅が 48.4mm となっていまして、ウルトラワイドというわけではないんですが、直径に見合った最近よくある幅かなと思います。そして重量なんですが、今回のガムボールには PC のバージョンとポムのバージョン、この2種類がありますので、それぞれ重さも異なるんですが、まず PC のバージョンが 65.2g、65.2g ですね。そしてポムのバージョンが 66.2g となっています。ボディの素材は A6061 で、ベアリングレスポンスは C サイズとなります。今回のガムボールはコンセプトも非常に面白くて、バターボールをポメロのようなビッグサイズに落とし込むという設計になっています。バターボールはミドルサイズの非常に心地いいヨーヨーなんですが、ここに大きな直径ならではの低回転でも粘る感覚をプラスしようというのが今回のガムボールになります。ベースとなったそれぞれのヨーヨーをもう少し詳しく見ていこうかなと思いますが、まずはバターボールですね。バターボールはミドルサイズで、アトモスプロジェクトを代表するようなオーガニックヨーヨーとなります。いわゆるフィーリング系の浮遊感のあるモデルなんですが、動きはとってもスムーズで、スピンのバランスも良くて、アトモスの中でもかなり人気のある代表的なモデルとなっています。僕もバターボールは大好きなんですが、実は先日やっとクリアのバターボールを手に入れたので、手元に届いたらレビューをしようかなと思っています。センターからミッドゾーンに重量配分をすることで、浮遊感と動かしやすさのバランスを取ったのがこのバターボールの特徴となります。続いてポメロですが、ポメロは5年ほど前にリリースされたモデルなので、僕も全く振ったことがないんですけど、直径がなんと 65.3mm、幅が 54.96mm の、もうまさに規格外のビッグサイズヨーヨーとなります。それだけではなくって、なんと重量が 61.3g しかないんですね。本当にいろんな意味で規格外なんですが、これだけ大きなヨーヨーなので、素材には A7068 を使って、ボディの厚みを限りなく薄くすることで軽量化を図っています。そしてリム A は一切特別な重量配分を行っていないので、純粋に直径で回る感覚を味わえるというのがポメロというモデルになります。いや、ポメロ振ってみたいですよね、かなり。もう今この 65mm 近い直径っていうのはほとんど見かけないので、ぜひ振ってみたいなと思うんですけど、シンガポールまで行けば振らせてくれますかね、アトモスさん。ぜひシンガポールに行った際にはポメロ振らせてもらいたいなと思います。はい、そしてですね、ベースとなるこの2つのヨーヨーを知ったところで、今回のガムボールをしっかりと見ていきたいと思います。まず形状なんですが、とても綺麗なラウンドですね。バイマテリアルのポップな見た目ではあるんですが、アトモスプロジェクトらしいオーガニックなラウンドの形状となります。このサイドから、見てみると、直径に対してこの直径に対して幅は 10mm ほど狭くなっているんですが、この縦長の印象があるので、若干ハイウォール気味な形をしてますね。
そしてこの軸回りなんですが、ここも最近のアトモスプロジェクトでよく見られる形になっていて、オーガニックな外観を損なわない最小限のステップとなっています。実はこれまでアトモスは中央寄りの重量配分というのを獲得するために A7068 を使って意図的にシムーブステップという段差を作っていたんですね。ただこれがあることでどうしても横から見た時の形状っていうのが H シェイプのような見た目になってしまうので、何とかして廃止したかった。そしてついに意図的な段差を廃止しても中央寄りの重量配分を獲得できるようになった最初のモデルがバターボールになります。でこのバターボールのリリース以降、アトモスのオーガニック機種に関しては、この最小限のステップとなっていて、そして今回のこのガムボールに関しても同じように最小限のステップとなっています。でこのあたりのシムーブステップのお話に関しては、クラウドベリー OS のヨーヨーのレビューの中でもしっかりと説明しておりますので、ぜひそちらもご覧いただければと思います。そしてガムボールの中でもひときわ目を引くのが、この外周のプラスチックリングですね。このプラスチックリングも大きな直径でバターボールのフィーリングを再現するために必然的な要素となっています。でバターボールは素材が A6061 で作られているんですが、結局サイズ帯としてはミドルサイズなので、設計上の壁の厚さと重量の変化にある程度自由度があったんじゃないかなと思うんですけど、このバターボールと同じ重量配分のままポメロのようなビッグサイズに落とし込んでしまうと単純に大きくなってしまうので、重量が重くなりすぎてしまうんですよね。素材を変えて A7068 などより硬いアルミを使って壁を薄くすることもできると思うんですけど、そうすると結局はポメロと同じ形になってしまうので、今回このガムボールでは A6061 を使って大きな直径でかつ中央寄りの重量配分、そして重さも重くなりすぎないようにしようということで、ボディから意図的にこのリムの重量を減らそうという方向に行き着いたわけなんですね。その結果としてこのリムの外周の部分ですね、外周の部分だけを薄く削ってプラスチックリングに置換した形となっています。こうやって見ていただくと分かるんですけど、この内側は全てアルミになっていて、この外側のリムの部分だけ薄く削ってプラスチックリングを装着している形となります。このプラスチックリングによって直径を大きくしてもバターボールに比べると重量は最大 3% ぐらいしか重くなっていませんし、フローティーな感覚も維持できて、そしておまけにこの見た目のポップで可愛い感じっていうのも得ることができたという非常に理にかなった要素となっています。はい、それではですね、このガムボールをちょっと振っていこうかなと思いますが、まずはこの PC バージョンのモデルを振っていこうと思います。これカラーリングの名前がバニラアイスという名前になります。ストリングはアトモスプロジェクトのクラウドウィーブマイクロを使っています。はい、それでは早速振っていきますが、やっぱり直径が大きいので、こう握った時の安心感っていうのが非常に大きいですね。スローする時もやっぱり非常に安定してブレることなくスローすることができます。はい、非常に綺麗に回ってますね。回転数はそんなに多くないんですけど、ただしっかり回ってるという感覚ですね。やっぱりこの直径の大きさ、直径で回すタイプのヨーヨーの特徴かなと思うんですけど、こう高速回転してる感じはないんですけど、こう回転にこう粘りがある感じっていうのが感じられますね。それからちょっと今僕思ったんですけど、それからこのバインドですね。スローした直後でも非常に柔らかく戻ってきます。キックバックが非常に優しいですね。直径はありますが、非常に動かしやすい印象があります。この PC バージョンは 65.2g ということでしたが、実重量よりもだいぶ軽さを感じますね。非常に動かしやすいです。それとなんかこうやっぱり
弾む感覚はやっぱりありますね。すごくこのなんというか、ふわふわするっていうよりも、こう弾力のある、なんて言ったらいいんですかね。トランポリンみたいな。トランポリンとかグミみたいな、ある程度この弾力のある構造物の上を跳ねているような感じがします。それでは続いてこのポムのバージョンですね。重量が 1g 重いポムのリングのバージョンを振っていきたいと思います。そして今回振っていくカラーはこのちょっと奇抜なんですが、アメリカのレトロなお菓子みたいなコットンキャンディーという名前のカラーリングになります。しっかりとやっぱり PC よりもたった 1g ですが重さを感じますね。弾む感覚は同じようにあるんですが、やっぱり PC の方がより強くこのバウンシーな感じが感じられると思います。このポムのバージョンはやっぱり 1g 重い分、ちょっとこの回転にパンチがあるというか、よりしっかり回っているような感覚がありますね。回転は PC よりも圧倒的にこのポムの方が回ってるなっていう感覚がありますね。ただこのやっぱりフローティーな感じ、ポンポン跳ねるような感じもしっかり感じられるので、ちょっとこのオーガニックなヨーヨーで回転の要素が強めにあった方がいいなっていう方はこのポムのバージョンを選ぶといいかもしれないですね。はい、今回はアトモスプロジェクトのガムボールを紹介しましたが、ガムボールはバターボールをベースにポメロのようなビッグサイズに落とし込むことで、バターボールの動かしやすくて弾むような感覚をより明確に味わうことができるヨーヨーに仕上がっています。それとですね、これに加えて直径が大きくなったことで回転の粘り、それから戻りの優しさもあって、しっかりとバターボールとポメロのいいところを合わせて、さらにそれぞれを超えてきたなという感じがします。クラウドベリーと同じように感覚を育てるヨーヨーでもあると思うので、ぜひこのガムボールはですね、無意識に何も考えずにただただ振るためのヨーヨーとして一度試していただけたらなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。